また使い方違いますね。例えばタクシー代とかね使いますね。そうで、日もまた違うし、金もまた全然違います。はい。ですのでそういうこと何が違うというのもクラスの中で説明してます。はい、これねちょっと違うんです、使い方ね。でただちょっとルールあるんですけど、あんまり考えない方がいいです、ルール。なんでこの言葉どうして量使うのであのルールと合わないっていう時もあるかもしれないので、あんまりルール考えないで、もうこれ覚えるしかない。その方が早いです。本当に使ってしまった方がいいです。覚えて使っちゃう、が一番早いです。はい。ということで、例えばじゃあ今のお金だった。ここがお金の意味で、これが他にもいっぱいあります。いっぱいって言っても9しかないんですけど、でもう一個紹介しようと思います。8、比べる。英語だと compare。 A と B、 どちらの方が重いですかとかね、どちらの方が軽いですか。 A と B どちらの方が背が高いですか。これが比べるですね。比べる言葉、何がある。はい、あるんです。 N2 に出る比べる言葉、例えばこれ。はい、漢字の読み方どうですか。大丈夫ですか。特にこっちね、読み方ね、もし知らなかったらしっかり覚えましょう。よいしょ。喉が渇きます。よいしょ。比べるの方。でごめんなさい。もうすぐクラス入ってビデオ見たいという人はディスクリプション、このビデオの下のディスクリプションに日本語クラスって書いてありますので、オンラインクラスって書いてあるから、そこをクリックして入ってくださいね。そこからも申し込めます。で入ってすぐビデオ見られますからね。はい、じゃあいきます。比べるの、例えばこれ大事。これ読み方は率と読みます。率ね。もし知らなかったら覚えましょうね。率。はい。率は意味はパーセントです。何パーセント。はい。パーセントだからね、比べてますよね。こっちは 30%、こっちは 70%、比べてますね。そう、これです。読み方率。例えば使うとき、これ読み方は何ですか。ちょっとみんなのチャット見てみましょうか。ウィルソンさんが率と書いてある。そういいですね。 OK ですよ、ウィルソンさん。そうです。ロイヤル JP さん、今日教えませんか先生。どういうこと。今日ね、夜また授業しますよ。そうだけど全部はこれはフリーレッスンなので、全部はもちろん教えられないです。クラスに入りましょうね。で次、はい、読み方ね、もう言っちゃいね、絶対に覚えなければいけない読み方ですね。これは死にますの意味ですね。死亡ですね。死亡率です。死亡率。はい、死亡率。意味は死ぬパーセンテージが高いとか低いです。はい、死ぬ。例えば今あるコロナウイルスですね。コロナウイルスになってしまったら死亡率何パーセントですか。例えばそうですね。じゃあ死亡率が、例えばじゃあ若い人だったらあまりなくならないです。死亡率は、例えば 2% です。2%。例えばね、2%。死亡率は 2% ですと言います。ですから若い人の場合は死亡率が低いですと使います。はい。
同じです。他も漢字の読み方、何々率、これは失業率です。失業率。はい。意味はこれはないです。なくします、失いますというんですが、なくしますの意味で、これは授業の業です。でもこの漢字は仕事の意味があります。だから仕事をなくしますです。仕事なくす何%？これです。はい。例えばこれですね。例。国民の失業率が年々上がっている。国民の失業率が年々上がっていると言ったら、国民大丈夫ですね。国で、日本の国民何人ですね。国の人ですね。国の人の仕事がないパーセント、何パーセントの人が仕事ありませんか？で、何パーセントの人が仕事ありますか？これ毎年チェックしますね。調べますね、国が。今何パーセントのどのくらいの何人の人が仕事がないですか、ね、だから国は助けなければいけないですかとかね、調べます。これが年々というのは毎年毎年の意味。毎年毎年上がっている。失業、仕事がない人何パーセントが上がっています。去年は 5% でした。やめましょう。10年前は 5%。それから5%、6%、7%、10%、11%、今年は 12% 仕事がない人います。年々上がってます。これです。はい。皆さんの国はどうでしょうか？失業率。失業率も同じ。失業率が高い、低いと使います。自分の国は失業率が高いんです。ですから外国へ行って働いています。そういう人いますよね。大変ですよね、ほんとね。そう。じゃあもう一個、最後。今度はこれ。学校の学。何率か。はい。しです。しですね。全部しでしたね。進学です。進学率。皆さん気をつけてください。ここね、読み方、率は書いてないですよ。率って書いたらもう率でね、多いですから、率はこれね、読み方。進学率。意味は何でしょう？これ大事ですね。これもね。学だから、学校ですね。で、これは進みます。前に行きますの意味です。前に行く。学校に前に行く何パーセント？ですから、例はこれ。この高校は大学進学率が高い。この高校は大学進学率が高いです。はい。意味わかりました？考えました？自分で？そう。これ、高校ですね。どこかの高校は、例えばこの A 高校、B 高校、C 高校あります。A 高校は、ここの高校生、A の高校生は大学に行く人、高校生のこの高校の中で 70% の人が大学行きます。で、あとの 30% は大学行かないです。70行く。大学に行く人が高いです。でも A は 70% 行きます。B の学校は、50% の学生大学行きます。50% の学生行きません。そう。これ A の学校 B の学校だと A の方が上ですね。 70% 行きますと 50% 行きますですから。だから A の高校は大学進学率が高いですと言います。はい。大学に、進む学生がのパーセント、学校でもいいし学生と考えてもいいです。でもここは学校ですね。学校に進むですからね。
そうそうそう。でこれも同じ、進学率が高い、進学率が低い、使います。はい。これ大学だけじゃなくても高校進学率でもいいんですよ、もちろんね。とか大学院進学率と使ってもいいです。はい。使うのはこの進学率の時は会社に入る率じゃなくて学校に行くの意味です。その時だけ使います。これね、進学率っていうのは。はい。じゃあ、これが率です。3つ紹介しましたが、もちろん他にもあるんですよ。ね、自分でも自分の本を見て、他にあったらそれも覚えましょう。ね、でも私は今この3つ紹介してます。これ特に大切、そしてちょっと難しいから。ね、はい。じゃあもう一個。これ見たことあるし、知ってる人多いと思います。そうです。読み方はダジズでどう。ダジズでどうです。どうです。はい。何度。はい。これ見ましょう。例これです。ちょっと例難しいねという人いるかもしれないですね。これは、漢字まず何これって、ちょっと大きくしましょうか。はい、このくらいかな。はい、これ N3 でも出てきます。はい。N3 でもこの読み方というか読解とかでも出てくる時ありますね。これね。はい。読み方は優先です。優先度です。はい。優先だけの意味は priority です。はい。優先度は、例が例えばこれです。よいしょ。これ。忙しい時は優先度が高いことからするべきだ。忙しい時は優先度が高いことからするべきだ。何でしょうか、優先度。意味。N3 で出てくるのは優先席です。席。priority seat。席です。あれは N3 でよく出てきます。日本でよく電車の中とかバスの中にあります。赤ちゃんがお腹にいる人とか、体が悪い人とか、おじいさんおばあさんとか、ちょっと病気の人とかはここの席どうぞ座ってくださいという席です。ここは元気な人は座らないでくださいねという席。それが優先席です。席、シートの席。だけど今は優先度です。N2 の時は度の方で出ます。テストに優先度。はい、これはでもさっきの優先席と同じです。何かより先にどうぞ。例えばこれですね。忙しい時、あなたが忙しい、時間がない時はしなければいけないこと、これ先にしなければいけないよですよ。やらなければいけないこと、今日することありますよね。トゥードゥリストありますね。何する、これする、あれするね。朝はこれして、昼はこれして、夜までにこれ終わりにする。で、夜は映画を見る。例えば、はい、その優先しなければならない、先にしなければならないその度、これもパーセントでいいです。どのくらいしなければいけない、どのくらい大切、それが高いことからしなければいけませんよ、するべきですよという例です。もちろんそうですね。忙しいですから、忙しい時は、しなくてもいい、明日でもいいこと、それは今日しなくてもいいですね。そう。でも絶対今日しなければいけない。明日までに宿題しなければいけない。例えば、そうしないと先生とっても怖いとかね。そう。だったらそれは優先度が高いですね。そう。でも、じゃあそのためにお風呂で髪洗わない。それはちょっと優先度低いですね。私ちょっと臭くないから大丈夫だと思って、今日は入らないで。テスト終わったらお風呂入る。ゆっくり。そう、それです。優先度。はい。そうです。で、この優先度が高い、低いで
ですね。優先度が高い低いですが、皆さん今勉強しているこの語形成は優先度が高いですか低いですか？語形成は高いです。とても高いです。どうして？テストに出るからです。テストに出るし、たくさん勉強しなくていいんです。この中、今だったら9種類の勉強をして、その中から1つ出るかもしれないんです。それは勉強しますね。優先度高いでしょ。でも漢字の勉強とかどれ出るか分かんないから、それはちょっと後でもいいかもしれないですよ。例えばですけどね、そうなんか優先度高いです。でもこの語形成は本当に勉強した方がいいと私は思います。じゃあもう一個、ど例やりますよ。ど、これは何ど？これもね N3 段でも出てくる時ありますからね。見たことある人いるかもしれない。かです。完成です。完成というのはできました。complete の意味です。できた。何かができた。何かができたと 100% できた 50% できたのと何、完成度。例えばですね、例これです。ちょっとまず読んでみます。この食品サンプルは完成度が高くて本物だと思った。この食品サンプル、食品サンプルって何？そうですね、知らないですよね。今見せますね、写真ね。食品サンプルは完成度が高いんですね。本物は real ですね。本当のものだと思った。何？見せます。ちょっと待ってください。よいしょ。さっきね、食べ物の写真を見るとお腹が空いてしまいますと言っている人がいましたが、食べ物の写真です。ごめんなさい。これです。さあみんなどうかな。なんかすごいみんなメッセージくれてる。ちょっと後で読みますね。ごめんなさい。完成度の説明ですね。完成度いきますよ。完成度、これなんです。見てください皆さん。この写真美味しそうですよね。美味しそうでしょ。これ見てください。これクレープと言います。日本語だと。確かフランス語なんですよね、本当はね。日本語だとクレープ。美味しそうです。クリームがいいなーね。よく見るとなんかバナナが入ってたり、ピーチとかね、いちごとかで、これ見えますか？みんなこれピザ。ピザもある。美味しそう。でこれとかね。何これ、いっぱい食べ物あるね。何これ。これお好み焼きですね。いっぱい。これアイスですね。美味しそう。でここはもう簡単。みんなが知っている日本の食べ物、有名なあれです。寿司ですね。寿司。すごいいっぱい食べ物ある。美味しそうね。でも皆さん、これ本当に食べることできると思いますか？日本に来たことがある人、日本に住んでいる人は、これレストランの外、レストランに入る前のところで見たことあると思います。これは全部食べることできません。これは全部おもちゃと言います。作りました。これだってよく考えてください。寿司とか置いておいたらもう一日でどんどん臭くなってきますよ。食べれなくなんかどうしようってね。虫がブンブンワンワンきますよね。ダメ。だってこれアイスクリームですよ。アイスクリームどんどん溶けます。水になってしまいます。でもこれはずっとアイスです。水になりません。どうして？
これは食べることできないからです。おもちゃです。はい。それが食品サンプルです。食品は食べ物ですね。食べる品のサンプル、日本語で言います。サンプル。これ寿司？これも本当の寿司じゃないんですか？これ美味しそうですが、これも食品サンプルです。はい。食べることできません。これ食べたら硬い硬い、何これ。はい、ダメですよ。食べれない。無理です。これ食品サンプル。でもこれ本当によくできてますね。これ本当じゃないんですかね。食べたいですね。そう、日本はこれを見て、これ美味しそう、私はこのレストランに入って、じゃあ私は、これ食べる、これを注文すると決めてレストランに入る。そうです。多いです。そういうこと多いです。だからこれがレストランの前にあります。置いてあります。これない店もありますが、はい、これが置いてあるレストランもたくさんあります。そう、これ食品サンプルなんですね。これは日本の食品サンプルは本当によくできていると言われています。素晴らしいそうです。だからこれよくできてますね。すごいですね。本当じゃないんですか？これが今日の問題です。ここの食品サンプルは完成度が高い。よくできてます。それが完成度。素晴らしい。本当みたい。高くて本物だと思った。本当だと思った。これです。これが完成度です。完成度。よく、すごい。本当の寿司と作った食品サンプル。ほとんど同じに見えます。完成度が高い。すごい。と言います。これです。反対もありますよ。これは絶対に食べることできない。これは違うでしょ。この寿司は嘘でしょね。それは完成度が低いです。低い、はいと言います。そうですので、このように使うと完成度ね。結構これは聞いたことない、まだ知らなかった人多いと思います。完成するという言葉は知っている。でも完成度何知らないという人多いと思いますから、今日ぜひ覚えてください。はいね。ということでした。ちょっと今もうちょっと字を小さくして、ごめんなさいね、ちょっと見にくいかもしれないんですが、どちらもこの失業率とか進学率も何々が高い低いで、こっちも優先度完成度が高い低いで使いますね。ここね、はい。ですのでぜひこっちも使い方もね一緒に覚えるとみんなも使えると思いますよ。ね。ということでした。じゃあ、このように比べる言葉、例えば2つあるんです。でまだね、あとは、全部で9あります。はい。こういう言葉いろいろあるので、それはクラスに入った人勉強しましょう。はい、ということでした。これは9個ね。で、今勉強したのはこの語形成の中のこの1つ目を今、9ありますと紹介しました。で、今日の夜は、こっちの今度は漢字が反対になるねバージョン、こっちしましょう。これももちろん一つではないんですね。はい、やってみましょう。でこれは明日しますね。そうということでした。そう明日の昼ぐらいを考えてます。そうで、明日の夜はこの練習問題ちょっとしようと思ってます。ただクラスのビデオ、クラスに入った人のビデオはもうこれ説明した後に練習問題をします。チェックしましょうね。問題練習してみましょうとします。でこっちも説明した後練習問題します。ビデオの中で。でこれも同じ、説明した後練習問題してます。はい。ですのでクラスに入るとたくさん練習できます。
ぜひぜひね来てみてください。そしてクラスは何ですか、ビデオレッスンだからみんなが時間がある時に見ることができるんですね。そうなのでね、忙しい人もいると思います。そういう人は自分がね時間がある時に見ればいいですし、そうそうということでビデオレッスンにしてます。はい、ぜひぜひ来てみてください。5形成は3つに分かれています。ですからビデオを3つ作りました。あなたが3つではなくてどれか1つだけ見ても勉強できます。おすすめは1番と3番のビデオです。このビデオを YouTube で見ることはできません。見たい人はこのビデオレッスンのリンクから申し込んでください。ビデオレッスンはあなたの時間があるとき、いつでも何回でも見ることができます。テスト勉強にぜひ使ってくださいね。